朗読、開花の夫、芥川龍之介作。いつぞや上野の博物館で明治初期の文明に関する展覧会が開かれていた時のことである。ある曇った日の午後、私はその展覧会の各室をいちいち丁寧に見て歩いて、ようやく当時の版画が陳列されている最後の一室へ入った時、そこのガラス戸棚の前に立って、古ぼけた何枚かの銅版画を眺めている一人の紳士が目に入った。紳士は背のすらりとしたどこか華奢なところのある老人で、折り目の正しい黒ずくめの洋服に上品な山高帽をかぶっていた。私はこの姿を一目見ると、すぐにそれが4、5日前にある会合の席上で紹介された本田子爵だということに気がついた。が、近づきになって間もない私も子爵の交際嫌いな性質は以前からよく承知していたから、とっさの間、そばへ行って挨拶したものかどうかを決しかねた。すると本田子爵は私の足音が耳に入ったものと見えて、おもむろにこちらを振り返ったが、やがてその半白なひげに覆われた唇にちらりと微笑の影が動くと、心持ち山高帽を持ち上げながら、やあと優しい声で会釈をした。私はかすかな心のくつろぎを感じて、無言のまま丁寧にその会釈を返しながら、そっと子爵の側へ頬を移した。本田子爵は壮年時代の美貌が、まだ暮れ方の光のごとく、肉の落ちた顔のどこかに漂っている種類の人であった。が、同時にまたその顔には、貴族階級には珍しい、心の底にある苦労の繁栄が、物思わしげな陰影を落としていた。私は先だっても、今日の通り、ただ一色の黒の中に物憂い光を放っている大きな真珠のネクタイピンを子爵その人の心のように眺めたという記憶があった。どうですこの銅版画は。築地居留地の図ですか。図通りがなかなか巧妙じゃありませんか。その上、明暗も相当に面白くできているようです。子爵は小声でこう言いながら、細い杖の銀の握りで、ガラス戸棚の中の絵を指し示した。私はうなずいた。キララのような波を刻んでいる東京湾、いろいろな旗を翻した蒸気船、往来を歩いていく西洋の男女の姿、それから洋館の空に枝を伸ばしている広重めいた松の立ち木、そこには取材と手法とに共通した一種の和洋折衷が明治初期の芸術に特有な美しい調和を示していた。この調和はそれ以来永久に我々の芸術から失われた。いや、我々が生活する東京からも失われた。私は再びうなずきながら、この筑紫居留地の図は一人銅版画として興味があるばかりでなく、ボタンに唐獅子の絵を描いた相乗りの人力車やガラス取りの芸者の写真が開花を誇り合った時代を思い出させるので、一層懐かしみがあると言った。子爵はやはり微笑みを浮かべながら、私の言葉を聞いていたが、静かにそのガラス戸棚の前を去って、隣のそれに並べてある大祖義俊の浮世絵の方へゆっくりとした歩調で歩み寄ると、じゃあこの義俊をご覧なさい。洋服を着た菊五郎とイチョウ返しの半素人が日入りの月の下で集担保を出しているところです。これを見ると一層あの時代が、あの江戸とも東京ともつかない夜と昼とを一つにしたような時代が、ありありと目の前に浮かんでくるようじゃありませんか。私は本田子爵が今でこそ交際嫌いで通っているが、その頃は洋行帰りの妻子として、官会のみならず民間にも
しばしば声明を歌われたという噂の端も聞いていた。だから今、この人気の少ない陳列室で、ガラス戸棚の中にある当時の版画に囲まれながら、こういう子爵の言葉を耳にするのは、もとより当然すぎるほどふさわしく思われることであった。が、一方ではまた、その当然すぎることが多少の反発を私の心に与えたので、私は子爵の言葉が終わるとともに、話題を当時から引き離して、一般的な浮世絵の発達へ運ぼうと思っていた。しかし本田子爵は、さらに杖の銀の握りで、義俊の浮世絵を一つ一つ指し示しながら、相変わらず低い声で、ことに私などはこういう版画を眺めていると、3、40年前のあの時代が、まだ昨日のような心持ちがして、今でも新聞を広げてみたら、鹿鳴館の舞踏会の記事が出ていそうな気がするんです。実を言うと、さっきこの陳列室へ入った時から、もう私はあの時代の人間がみんなまた生き返って、我々の目にこそ見えないが、そこにもここにも歩いている。そうしてその幽霊が時々我々の耳へ口をつけて、そっと昔の話を囁いてくれる。そんな怪しげな考えがどうしても念とは離れないのです。ことに、今の洋服を着た菊五郎などは、あまりよく私の友達に似ているので、あの似顔画の前に立った時には、ほとんど牛カツを除したいくらい、半ば気味の悪い懐かしささえ感じました。どうです。お嫌でなかったら、その友達の話でも聞いていただくとしましょうか。本田子爵は、わざと目をそらせながら、私の気を兼ねるように、落ち着かない様子でこう言った。私は先だって子爵と会った時に、紹介の労を取った私の友人が、この男は小説家ですから、何か面白い話があった時には、聞かせてやってください、と頼んだのを思い出した。また、それがないにしても、その時にはもう私は、いつか子爵の回顧的な英単に包り込まれて、できるなら今にも子爵と二人で過去の霧の中に隠れている一等レンガの繁華の市街へ馬車を駆り立てたいとさえ思っていた。そこで私は頭を下げながら喜んで、どうぞと相手を促した。じゃあ、あそこ行きましょう。子爵の言葉につれて我々は陳列室の真ん中に据えてあるベンチへ行って、一緒に腰を下ろした。室内にはもう一人も人影は見えなかった。ただ、周囲には多くのガラス戸棚が、曇天の冷たい光の中に、古色を帯びた銅版画や浮世絵を若年とかけ並べていた。本田子爵は、杖の銀の握りを顎を乗せてしばらくはじっとこの子爵自身の記憶のような陳列室を見渡していたが、やがて目を私の方に転じると、沈んだ声でこう語り出した。その友達というのは三浦直樹という男で、私がフランスから帰ってくる船の中で偶然近づきになったのです。年は私と同じ25でしたが、あの豊年の菊五郎のように色の白い細表の長い髪を真ん中から割った、いかにも明治初期の文明が人間になったような紳士でした。それが長い航海の間に、いつとなく私と懇意になって、帰郷後も互いに1週間とは訪問を絶やしたことがないくらい親しい仲になったのです。三浦の親は何でも下屋あたりの大地主で、彼がフランスへ渡ると同時に二人とも前後して亡くなったということでしたから、その一人息子だった彼は当時もう相当な資産家になっていたのでしょう。
私が知ってからの彼の生活は、ほんのお役目だけに銀行へ、出るほかはいつも懐手をして遊んでいられるという至極結構な身分だったのです。ですから彼は帰郷すると間もなく、親の代から住んでいる両国百本杭の近くの邸宅に気の利いた西洋風の書斎を新築して、かなり贅沢な暮らしをしていました。私はこう言っているうちにも、向こうの銅版画の一枚を見るように、その部屋のありさまがありありと目の前へ浮かんできます。大川に臨んだフランス窓、縁に金を入れた白い天井、赤いモロッコ川の椅子や長椅子、壁にかかっているナポレオン一世の肖像画、彫りのある黒檀の大きな書棚、鏡のついた大理石の暖炉、それからその上に乗っている父親の居合の松の盆栽、すべてがある古い新しさを感じさせる、陰気なくらいけばけばしいもう一つ形容すれば、どこか調子の狂った楽器の音を思い出させる。やはりあの時代らしい書斎でした。しかもそういう周囲の中に、三浦はいつもナポレオン一世の下に陣取りながら、結城揃いか何かの襟を重ねて、ユーゴーのオリエンタルでも読んでいようというのですから、いよいよあそこに並べてある銅版画にでもありそうな光景です。そういえば、あのフランス窓の外を塞いで、時々大きな白穂が通り過ぎるのも、なんとなく物珍しい心持ちで眺めた覚えがありましたっけ。三浦は贅沢な暮らしをしていると言っても、同年配の青年のように、新橋とか柳橋とかいう有利に足を踏み入れる景色もなく、ただ毎日この新築の書斎に閉じこもって、銀行家というよりは若隠居にでもふさわしそうな読書三昧にふけっていたのです。これはもちろん一つには彼の、保留の体質が一切の不節制を許さなかったからもありましょうが、また一つには彼の正常がどちらかというと、唯物的な当時の風潮とは正反対に、人一倍純粋な理想的傾向を帯びていたので、自然と孤独に甘んじるような境界に置かれてしまったのでしょう。実際模範的な開花の紳士だった三浦が、多少彼の時代と色彩をことにしていたのは、この理想的な正常だけで、ここへ来ると彼はむしろ、もう一時代前の政治的無双化に似通っているところがあったようです。その証拠は、彼が私と二人である日どこかの芝居でやっている新風蓮の狂言を見に行った時の話です。確か王の鉄平の違いの場の幕が閉まった後だったと思いますが、彼は突然私の方を振り向くと、君は彼らに同情ができるかと真面目な顔をして問いかけました。私はもとより洋行帰りの一人として、すべて旧平じみたものが大嫌いだった頃ですから、いや、一向同情はできない。配当令が出たからといって、一揆を起こすような連中は自滅する方が当然だと思っている。と、至極冷淡な返事をしますと、彼は不服そうに首を振って、それは彼らの主張は間違っていたかもしれない。しかし、彼らがその主張に準じた態度は、同情以上に値すると思う、というのです。そこで私がもう一度、じゃあ君は彼らのように、明治の世の中を神代の昔に返そうという子供じみた夢のために、二つとない命を捨てても惜しくないと思うのかと笑いながら反論しました。が、彼はやはり真面目な調子で、たとえ子供じみた夢にしても、
信ずるところに準ずるのだから、僕はそれで本望だ、と思い切ったように答えました。その時は、こういう彼の言葉も単に一番の口頭語として深く気にも留めませんでしたが、今になって思い合わすと、実はもうその言葉の中に痛ましい後年の運命の影が煙のように這いまつわっていたのです。が、それはおいおい話が進むに従って自然とご得得が参るでしょう。何しろ三浦は何によらずこういう態度で押し通していましたから、結婚問題に関しても、僕はアムウェルのない結婚はしたくないという調子で、どんな良い縁談が湧いてきても惜しげもなく断ってしまうのです。しかも、そのまた彼のアムールなるものが、一通りの恋愛とはこと変わって、随分彼の気に入っているような令状が現れても、どうもまだ僕の心持ちには不純なところがあるようだから、などと言って、いよいよ結婚というところまではなかなか話が運びません。それが旗で見ていてもあまり歯がゆい気がするので、時には私も横合いから、それは何でも君のように隅から隅まで自分の心持ちを点検してかかるということになると、教授座がさえ容易にはできない。だから、どうせ世の中は理想通りにいかないものだと諦めて、いい加減な候補者で満足するさ、と世話を焼いたことがあるのですが、三浦は帰ってその度に哀れむような目で私を眺めながら、そのくらいなら何もこの年まで僕は独身で投資はしない、と、まるで相手にならないのです。が、友達はそれで黙っていても親戚の身になってみると、元来病弱な彼ではあるし、万一血統を絶やしては、という心配もなくはないので、せめて盆栽でも置いたらどうだ、と勧めた向きもあったそうですが、もとよりそんな忠告などに耳を貸すような三浦ではありません。いや、耳を貸さないどころか、彼はその盆栽という言葉が大嫌いで、日頃から私を捕まえては、何しろいくら開花したといったところで、まだ日本では妾というものが公然と幅を利かせているのだから、とよく笑ってはいたものなのです。ですから帰郷後、2、3年の間、彼は毎日あのナポレオン一世を相手に根気よく読書をしているばかりで、いつになったら彼のいわゆるアムールのある結婚をするのだか、とんと私たち友人にも見当のつけようがありませんでした。ところが、そのうちに私は、ある官編の用向きでしばらく韓国経上へ赴任することになりました。すると向こうへ落ち着いてから、まだ一月と経たないうちに、思いもよらず、三浦から結婚の通知が届いたじゃありませんか。その時の私の驚きは、大抵ご想像がつきましょう。が、驚いたと同時に私は、いよいよ彼にもそのアムールの相手ができたのだなと思うと、さすがに微笑しずにはいられませんでした。通知の文面はごく簡単なもので、ただ、藤井克美という御用商人の娘と縁談が整ったというだけでしたが、その後、引き続いて受け取った手紙によると、彼はある日、散歩のついでに、ふと柳島の萩寺へ寄ったところが、そこへちょうど彼の屋敷へ出入りする骨董屋が藤井の親子と一緒に参り合わせたので、連れ立って境内を歩いているうちに、いつか互いに見初めもし、見初められもしたという次第なのです。何しろ萩寺といえば、その頃はまだ仁王門もわらぶき屋根で濡れてゆく人もお菓子や雨の萩という芭蕉王の名高い区碑が萩の中に残っている、いかにも風雅なところでしたから、
実際、妻子歌人の奇遇にはあつらい向きの舞台だったのに違いありません。しかし、外出するときは必ずパリ仕立ての洋服を着用したどこまでも開花の紳士を持って任じている三浦にしては、あまり見初め方が紋切り型なので、すでに結婚の通知を読んでさえ微笑した私などは、いよいよくすぐられるような心持ちを禁ずることができませんでした。こう言えば、もちろん縁談の橋渡しには、その骨董屋のなったということもすぐにご推察が参るでしょう。それがまた幸いと即座に話がまとまって、表向きの仲人をこしらえるが早いか、その秋のうちに婚礼も滞りなく済んでしまったのです。ですから夫婦仲の良かったことは、もとより言うまでもないでしょうが、ことに私がおかしいと同時に、妬ましいような気がしたのは、あれほど冷静な学者肌の三浦が、結婚後は近所を放置する手紙の中でもほとんど別人のような快活さを示すようになったことでした。その頃の彼の手紙は、今でも私の手元に保存してありますが、それをいちいち読み返すと、当時の彼の笑い顔が目に見えるような心持ちがします。三浦は子供のような喜ばしさで、彼の日常生活の細目を根気よく書いてよこしました。今年は朝顔の培養に失敗したこと、上野の養育院の寄付を依頼されたこと、入梅で書物が大半かびてしまったこと、抱えの車夫が破傷風になったこと、都田の西洋手品を見に行ったこと、蔵前に火事があったこと、いちいち数え立てていたのではとても再現がありませんが、中でも一番嬉しそうだったのは、彼が五世田砲売画伯に依頼して、細君の肖像画を描いてもらったという一条です。その肖像画は、彼が例のナポレオン一世の代わりに書斎の壁へかけておきましたから、私も後に見ましたが、何でも即発に言った霞夫人が、毛金の縫い取りのある黒の模様で、バラの花束を手にしながら、姿見の前に立っているところを、プロフィールに書いたものでした。が、それは見ることができても、当時の快活な三浦自身は、とうとう永久に見ることができなかったのです。本田子爵はこう言って、かすかな吐息を漏らしながら、しばらくの間口をつむんだ。じっとその話に聞き入っていた私は、子爵が韓国京城から帰ったとき、万一三浦はもうぶっこしたのではないかと思って、我知らず不安の目を相手の顔に注がずにはいられなかった。すると子爵は早くもその不安を悟ったと見えて、おもむろに首を振りながら、しかし何もこう言ったからといって、彼が私の留守中に個人になったという次第じゃありません。ただ、かれこれ1年ばかり経って、私が再び内地へ帰ってみると、三浦はやはり落ち着き払った。むしろ以前よりは憂鬱らしい人間になっていたというだけです。これは私が新橋停車場でわざわざ迎えに出た彼と休活の手を握り合ったとき、すでに私には気がついていたことでした。いや、おそらくは気がついたというよりも、その冷静すぎるのが気になってたとでも言うべきでしょう。実際その時私は彼の顔を見るが早いか、何よりも先に、どうした体でも悪いんじゃないかと尋ねたほど意外な感じに打たれました。が、彼はかえって私の怪しむのを不審がりながら、彼ばかりでなく、彼の細君も至極健康だと答えるのです。そう言われてみれば、なるほど1年ばかりの間に、いくらアムールの愛ある結婚をしたからといって、
急に彼の性情が変化するはずもないと思いましたから、それきり私も別段気に留めないで、じゃあ光線のせいで顔色が良くないように見えたのだろう、と笑って済ませてしまいました。それがおいおい笑って済ませなくなるまでには、この憂鬱な仮面に隠れている彼の反問に感づくまでには、まだおよそ2、3ヶ月の時間が必要だったのです。が、話の順序としては、その前に一通り彼の細君の人物をお話ししておく必要がありましょう。私が初めて三浦の細君に会ったのは、京城から帰って間もなく、彼の大川端の屋敷へ免れて、一隻の供応に預かった時のことです。聞けば細君はかれこれ三浦と同年配だったそうですが、小柄でもあったせいか、誰の目にも二つ三つ若く見えたのに相違ありません。それが眉の濃ゆい、血色の鮮やかな丸顔で、その晩は古代蝶取の模様か何かに、主人の帯を締めたのが、当時の言葉を使って形容すれば、いかにも高等な感じを与えていました。が、三浦のアムエルの相手として、私が想像に描いていた新婦人に比べると、どこかその感じにそぐわないところがあるのです。もっともこれはどこかというくらいなことで、私自身にもその理由がはっきりと分かっていたわけじゃありません。ことに私の予想が狂うのは、今度三浦に初めて会った時をはじめとして、たびたび経験したことですから、もちろんその時には、ただふとそう思っただけで、別段それだから彼の結婚を祝する心が冷却したというわけでもなかったのです。それどころか、明るい空気ランプの光を囲んで、しばらく前に向かっている間に、彼の細君のはつらつたる才気は、すっかり私を敬服させてしまいました。俗に打てば響くというのは、おそらくあんな応対のしぶりのことを指すのでしょう。奥さん、あなたのような方は実際日本よりフランスにでもお生まれになればよかったのです。とうとう私は真面目な顔をしてこんなことを言う気にさえなりました。すると三浦も杯を含みながら、それ見るがいい、俺がいつも言う通りじゃないか、とからかうように横槍を入れましたが、そのからかうような彼の言葉が、刹那の間、私の耳に面白くない響きを伝えたのは、果たして私の気のせいばかりだったでしょうか。いや、この時、半ば演ずるごとく、斜めに彼を見た勝見夫人の目が、あまりに露骨な生めかしさを裏切っているように思われたのは、果たして私の邪推ばかりだったでしょうか。とにかく私は、この短い応答の間に、彼ら二人の平勢が稲妻のようにひらめくのを感じないわけにはいかなかったのです。今思えば、あれは私にとって三浦の生涯の悲劇に立ち会った最初の幕開きだったのですが、当時はもちろん私にしてもほんの不安の影ばかりが際どく頭をかすめただけで、また元のごとく三浦を相手に賑やかな杯のやりとりを始めました。ですからその夜は文字通り一隻の間を尽くした後で、彼の屋敷を辞した時も、大川橋の川風に車上の微訓を吹かせながら、やはり私は彼のために、いわゆるアムールの愛ある結婚に成功したことを何度も密かに祝したのです。ところがそれから一月ばかり経って、もとより私はその間もたびたび彼ら夫婦とは行き来し合っていたのです。ある日私が友人のあるドクトルに誘われて、ちょうどおでんの金踏みをやっていた新富座を見物に行きますと、ちょうど向こうの桟敷の中ほどに三浦の細君が来ているのを見つけました。
その頃私は芝居に行くときは必ずオペラグラスを持って行ったので、勝美夫人もその丸いガラスの中に燃え立つような掛け毛線を前にして初めて姿を見せたのです。それがバラかと思われる花を側髪に刺して、地味な色の半襟の上に白い二重顎を休めていましたが、私がその顔に気がつくと同時に、向こうも例の生めかしい目を上げて、軽く黙礼を送りました。そこで私もオペラグラスを下ろしながら、その黙礼に応えますと、三浦の細君はどうしたのか、また慌てて私の方へ会釈を返すじゃありませんか。しかもその会釈が前のそれに比べると、はるかにうやうやしいものなのです。私はやっと最初の黙礼が私に送られたのではなかったということに気がつきましたから、思わず周囲の高土間を見回して、その挨拶の相手を物色しました。するとすぐ隣の松に派手な島の背広を着た若い男がいて、これも勝美夫人の会釈の相手を探すつもりだったのでしょう。匂いの高い巻きタバコを加えながら、じろじろ私たちの方を伺っていたのと、ぴったり視線が出会いました。私はその浅黒い顔に何か不快な特色を見て取ったので、とっさに目をそらせながら、また眼鏡を取り上げて、見るともなく向こうの山式を見ますと、三浦の細君のいるマスにはもう一人女が座っているのです。奈良山の助権論者と言ったら、あるいはお聞き及びになったことがないものでもありますまい。当時相当な名声のあった奈良山という大芸人の細君で、盛んに男女同権を主張した、とにかくいかがわしい風評が絶えたことのない女です。私はその奈良山夫人が黒の紋付きの型を張って、金縁の眼鏡をかけながら、まるで後見という形で三浦の細君と並んでいるのを眺めると、何ということもなく不吉な予感に脅かされずにはいられませんでした。しかもあの助権論者は、骨だった顔に薄化粧をして、絶えず襟を気にしながら、私たちのいる方へ、というよりはおそらく隣の島の背広の方へ、意味ありげな目を使っているのです。私はこの芝居見物の一日が、舞台の上の菊五郎や左団次より三浦の細君と島の背広と奈良山の細君とを注意するのにより多く費やされたと言ったにしても決して過言じゃありません。それほど私は賑やかな下座の林と桜の釣り枝との世界にいながら、心は全然そういうものと没交渉な忌まわしい色彩を帯びた想像に苦しめられていたのです。ですから仲間が住むと間もなくあの二人の女連れが向こうの山敷にいなくなったとき、私は実際肩が抜けたようなほっとした心持ちを味わいました。もちろん女の方はいなくなっても、島の背広はやはり隣のマスでしっきりなく巻きタバコをふかしながら時々私の方へ目をやっていましたが、三つの巴の二つがなくなった今になっては、前ほど私もその浅黒い顔が気にならないようになっていたのです。というと私がひどく邪推深いように聞こえますが、これはその若い男の浅黒い顔立ちが妙に私の反感を買ったからで、どうも私とその男との間には、あるいは私たちとその男との間には、初めからある敵意が点面しているような気がしたのです。ですからその後一月と経たないうちに、あの大川へ臨んだ三浦の書斎で、彼自身その男を私に紹介してくれた時には、まるで謎でもかけられたような当惑に近い感情を味わずにはいられませんでした。何でも三浦の話によると、これは彼の細君のいとこだそうで、当時
紡績会社でも年の割には重用されている敏腕の社員だということです。なるほど、そういえば、一つテーブルの紅茶を囲んで、たわいもない雑談を交換しながら、巻きタバコを吹かせている間でさえ、彼が相当な細物だということはすぐに私にも分かりました。が、何も細物だからといって、その人間に対する好悪はもちろん変わるわけもありません。いや、私は何度となく、すでに細君のいとこだという以上、芝居で挨拶を交わすくらいのことは、さらに不思議でも何でもないじゃないか、と、こう理性に訴えて、できるだけその男に接近しようとさえ努力してみました。しかし私がその努力にやっと成功しそうになると、彼は必ず音を立てて紅茶をすすったり、巻きタバコの灰を無造作にテーブルの上へ落としたり、あるいはまた自分のシャレを自分で声高に笑ったり、何かしら不快なことをしでかして、再び私の反感を呼び起こしてしまうのです。ですから彼が30分ばかり経って会社の宴会とかへ出るためにいとまを告げて帰った時には、私は思わず立ち上がって部屋の中の俗悪な空気を新たにしたい一心から川に向かったフランス窓をいっぱいに大きく開きました。すると三浦は例の通りバラの花束を持った勝見夫人の死体の下に座りながら、ひどく君はあの男が嫌いじゃないか、とたしなめるような声で言うのです。私、どうも虫がつかないのだから仕方がない。あれがまた君の細君のいとこだとは不思議だな。三浦、不思議だと言うと、私、何、あんまり人間の種類が違いすぎるからさ。三浦はしばらくの間黙って、もう夕暮れの光が漂っている大川の水面をじっと眺めていましたが、やがて、どうだろう、そのうちに一つ、釣りにでも出かけてみては、と、何のときもないことを言い出しました。が私は、何よりもあの細君のいとこから話題の離れるのが嬉しかったので、よかろう、釣りなら僕は外交より自信がある。と急に元気よく答えますと、三浦も初めて微笑しながら、外交よりか。じゃあ僕はそうさな。まず、アムールよりは自信があるかもしれない。私、すると君の細君以上の獲物がありそうだということになるが、三浦、そしたらまた君に羨んでもらうからいいじゃないか。私はこういう三浦の言葉の底に何か針のごとく私の耳を刺すものがあるのに気がつきました。が、夕暮れの中に透かしてみると、彼は相変わらず冷ややかな表情を浮かべたまま、フランス窓の外の水の光を根気よく眺めているのです。私、ところで釣りにはいつ出かけよう、三浦。いつでも君の都合の良い時にしてくれたまえ、私。じゃあ、僕の方から手紙を出すことにしよう。そこで私はおもむろに赤いモロッコ川の椅子を離れながら、無言のまま彼と握手を交わして、それからこの秘密臭い薄暮れの書斎をさらに薄暗い外の廊下へそっと一人で退きました。すると思いがけなくその戸口には、誰やら黒い人影がまるで中の様子でも盗み聞いていたらしく、静かに佇んでいたのです。しかもその人影は、私の姿が見えるや否や、とっさに真近く進み寄って、あら、もうお帰りになるのでございますかと、生めかしい声をかけるじゃありませんか。私は息苦しい一瞬の後、今日もバラを髪に刺した勝見夫人を冷ややかに眺めながら、やはり無言のまま会釈をして、そうそう車の待たせてある玄関の方へ急ぎました。この時の私の心持ちは、私自身さえ意識できなかったほど混乱を極めていたでしょう。私はただ、私の車が
両国橋の上を通るときも絶えず口の中でつぶやいていたのはダリラという名だったことを記憶しているばかりなのです。それ以来私は明らかに三浦の憂鬱な様子が増している秘密の匂いを感じ出しました。もちろんその秘密の匂いがすぐ忌むべき貫通の虹を私の心に焼き付けたのはお断りするまでもありますまいが、もしそうだとすればなぜまたあの理想家の三浦ともある者が離婚を断行しないのでしょう。貫通の疑惑は抱いていてもその証拠がないからでしょうか。それともあるいは証拠があってもなお離婚を躊躇するほど勝見夫人を愛しているからでしょうか。私はこんな憶測を代わりたくましくしながら彼と釣りに行く約束のあったことさえ忘れ果てて、かれこれ半月ばかりの間というものは手紙こそ時には書きましたが、あれほど訪問した彼の大川橋の邸宅にも足踏みさえしなくなってしまいました。ところがその半月ばかり過ぎてから私はまた偶然にもある予想外な事件に出会ったので、とうとう前役を果たし方々彼と差し向かいになる機会を利用して直接彼に私の心労を打ち明けようと思い立ったのです。というのは、ある日のこと、私はやはり友人のドクトルと中村座を見物した帰り道に、確か陳竹林主人とか合していたあけぼの新聞でも古顔の記者と一緒になって、日の暮れから降り出した雨の中を、当時柳橋にあった生稲一山を傾けに行ったのです。ところがそこの二階座敷で、江戸の昔を忍ばせるような当三味線の音を聞きながら、しばらく詮釈の詩を楽しんでいると、その中に開花の傑作者のような陳竹林主人が、ふと京に乗って、折々軽妙な洒落を交えながら、あの奈良山夫人のスキャンダルを面白く話して聞かせ始めました。何でも夫人の前身は神戸あたりの羅斜面だということ。一時は三遊亭縁業を男目かけにしていたということ。その頃は夫人の全盛時代で金の指輪ばかり6つもはめていたということ。それが2、3年前から不義理な借金でほとんど首も回らないということ。陳竹林主人はまだこの他にもいろいろ内幕の不貧困をすっぱ抜いて聞かせましたが、中でも私の心の上に一番不愉快な影を落としたのは、近代はどこかの若いご新造が奈良山夫人の腰巾着になって歩いているという風評でした。しかもこの若いご新造は時々助権論者と一緒に水神あたりへ男連れで泊まり込むらしいというじゃありませんか。私はこれを聞いたときには、陽気なるべき研修の間でさえ、物思わしげな三浦の姿が、しゅうねく目の前へちらついて、義理にも賑やかな笑い声は立てられなくなってしまいました。が、幸いとドクトルは、早くも私の塞いでいるのに気がついたものと見えて、巧みに相手を操りながら、いつか話題を奈良山夫人とは全く縁のない方面へ持って行ってくれましたから、私はやっと息をついて、ともかく一打の今日をそがない程度に応対を続けることができたのです。しかし、その晩は私にとってどこまでも運悪く出来上がっていたのでしょう。助権論者の噂に気を腐らした私が、やがて二人と一緒に席を立って、生稲の玄関から帰りの車へ乗ろうとしていると、急に一台の相乗り車が幌を雨に光らせながら勢いよくそこへ引き込みました。しかも私が車の上へ靴の片足を踏みかけたのと、向こうの車が
灯油を下ろして、中の一人が靴脱ぎへ勢いよく飛んで降りたのとがほとんど同時だったのです。私はその姿を見るが早いか、素早く幌の下へ身を投じて、シャフが火事棒を上げる刹那の間も異様な興奮に動かされながら、あいつだとつぶやかずにはいられませんでした。あいつというのは別人でもない。三浦の細君のいとこと称するあの色の浅黒い島の背広だったのです。ですから私は雨の足を車の幌に弾きながら、10日の多い広小路の往来を飛ぶように走っていく間も、あの相乗り車の中に乗っていたもう一人の人物を想像して何度となく恐ろしい不安の念に脅かされました。あれは一体奈良山夫人でしたろうか。あるいはまた束髪にバラの花を刺した勝見夫人だったでしょうか。私は一人このどちらともつかない疑惑に悩まされながら、むしろその疑惑の晴れることを恐れて、総合と車に身を隠した私自身の臆病な心持ちが腹立たしく思われてなりませんでした。このもう一人の人物が果たして三浦の細君だったか、それとも助権論者だったかは、今になってもなお私にはわかることのできない謎なのです。本田子爵はどこからか大きな絹のハンカチを出してつつましく鼻をかみながら、もう母食を帯び出した陳列室の中を見渡して静かにまた話を続けました。もっともこの問題はいずれにせよ、とにかく陳竹林主人から聞いた話だけは三浦の身にとって参考にも四考にも値することですから、私はその翌日すぐに手紙をやって、保養がてら約束の釣りに出たいと思う日を知らせました。するとすぐに折り返して、三浦から返事が届きましたが、見るとその日はちょうどいざ酔いだから、釣りよりも月見方々、日の暮れから大川へ船を出そうというのです。もちろん私にしても、格別釣りに執着があったわけでもありませんから、早速彼の発議に同意して、当日はかねての約束通り柳橋の船宿で落ち合ってから、まだ月の出ない中に、初期船で大川へ漕ぎ出しました。あの頃の大川の夕景色は、たとえ昔の風流には及ばなかったかもしれませんが、それでも、なお、どこか浮世絵じみた美しさが残っていたものです。現にその日も、万原の下を大川筋へ出てみますと、大きく墨をなすったような両国橋の欄干が、中秋のかすかな夕明かりを揺らめかしている川波の空に、一反り沿った一文字を黒々と引き渡して、その上を通る馬車の影が早くも水合いにぼやけた中には、目まぐるしく行き交う提灯ばかりが、もうほおずきほどの小ささに点々と赤く動いていました。三浦、どうだこの景色は。私、そうさな、こればかりはいくら見たいと言っても西洋じゃとても見られない景色かもしれない。三浦、すると君は景色なら少しくらい急兵でも差し支えないというわけか。私、まあ景色だけは負けておこう。三浦、ところが僕はまた近頃になってすっかり開花なるものが嫌になってしまった。私、何でも旧幕の修行士がブルグアルを歩いているのを見て、あの口の悪いメリメというやつは、そばにいたジュマか誰かに、おい、誰が一体日本人をあんな途方もなく長い刀に縛り付けたのだろう。と言ったそうだぜ。君なんぞは気をつけないと、すぐにメリメの毒舌でこき下ろされる仲間らしいな。三浦、いや、それよりもこんな話がある。いつか使いに来た、
過剰省というシナ人は横浜の宿屋へ泊まって日本人の余儀を見たときに、これ古の真意なるもの。この国に家衆の威勢あるなり。とかなんとか感心したというじゃないか。だから何も旧兵だからって一概には馬鹿にできない。その中に揚げ潮の川面が急に闇を加えたのに驚いて、ふとあたりを見回すと、いつの間にか我々を乗せた諸下衆は一段と炉の音を早めながら、今ではもう両国橋を後ろにして、嫁にも黒い守備の松の前へ差し掛かろうとしているのです。そこで私は一刻も早く、勝見夫人の話題を進めようと思いましたから、早速三浦の言葉尻を捕まえて、そんなに君が旧兵好きなら、あの開花の細君はどうするんだ、と探りの重りを投げ込みました。すると三浦は、しばらくの間、私の問いが消えないように、まだ白月もしないお竹蔵の空をじっと眺めながら、やがてその目を私の顔に据えると、低いながらも力のある声で、どうもしない。1週間ばかり前に離縁をした。と、きっぱりと答えたじゃありませんか。私はこの意外な答えに狼狽して、思わず船旗をつかみながら、じゃあ君も知っていたのかと、際どい声で尋ねました。が、三浦は依然とした静かな調子で、君こそ万事を知っていたのかと、念を押すように問い返すのです。私、万事かどうかは知らないが、君の細君と奈良山夫人との関係だけは聞いていた。三浦、じゃあ僕の妻と妻のいとことの関係は？私、それもうすうす推察していた。三浦、それじゃあ僕はもう何も言う必要はないはずだ。私、しかし君はいつからそんな関係に気がついたのだ？三浦、妻と妻のいとことのか？それは結婚して三月ほど経ってから、ちょうどあの妻の肖像画を、ご聖田吉梅画伯に依頼して描いてもらう前のことだった。その答えが私にとってさらにまた意外だったのは、大抵ご想像がつくでしょう。私、どうして君はまた今日までそんなことを黙認していたのだ？三浦、黙認していたのじゃない。僕は肯定してやっていたのだ。私は三度意外な答えに驚かされて、しばらくはただ呆然と彼の顔を見つめていると、三浦は少しも迫らない様子で、それはもちろん妻と妻のいとことの現在の関係を肯定したわけじゃない。当時の僕が想像に描いていた彼らの関係を肯定してやったのだ。君は僕がアムールのある結婚を主張していたのを覚えているだろう。あれは僕が僕の利己心を満足させたいための主張じゃない。僕はアムールをすべての上に置いた結果だった。だから僕は結婚後、僕らの間の愛情が純粋なものでないことを悟ったとき、一方、僕の軽挙を後悔すると同時に、そういう僕と同棲しなければならない妻も気の毒に感じたのだ。僕は君も知っている通り、元来体も壮健じゃない。その上僕は妻を愛そうと思っていても、妻の方ではどうしても僕を愛すことができないのだ。いや、これもことによると、そもそも僕のアムールなるものが相手にそれだけの熱を起こさせ得ないほど貧弱なものだったかもしれない。だからもし妻と妻のいとことの間に僕と妻との間よりもっと純粋な愛情があったら、僕は急ぎよく幼なじみの彼らのために犠牲になってやる考えだった。そうしなければ、アムールをすべての上に置く僕の主張が事実において伝ってしまう。実際あの妻の肖像画も、万一そうなった暁に妻の身代わりとして僕の書斎に残しておくつもりだったのだ。
三浦はこう言いながら、また目を向こう岸の空へ送りました。が、空はまるで黒幕でも垂らしたように、椎の木、松浦の屋根の上へ、陰々と覆いかかったまま、月の出らしい雲の気配は未だに少しも見せません。私は巻きタバコに火をつけた後で、それからと相手を促しました。三浦。ところが僕は、それから間もなく、妻のいとこのアムールが不純なことを発見したのだ。露骨に言えば、あの男と奈良山夫人との間にも情交のあることを発見したのだ。どうして発見したかというようなことは、君も格別聞きたくはなかろうし、僕も今更話したいとは思わない。が、とにかく、ある極めて偶然な機会から、僕自身彼らの密会するところを見たということだけ言っておこう。私は巻きタバコの灰を弦の外に落としながら、あの生稲の雨の夜の記憶をまざまざと心に描き出しました。が、三浦はよどみなく言葉を継いで、これが僕にとってはまさに第一の打撃だった。僕は彼らの関係を肯定してやる根拠の一般を失ったのだから。勢い、前のような好意のある目で彼らの情緒を見ることができなくなってしまったのだ。これは確か、君が朝鮮から帰ってきた頃のことだろう。あの頃の僕はいかにして妻のいとこから妻を引き離そうかという問題に毎日頭を悩ましていた。あの男のアムールに虚偽はあっても、妻のそれは純粋なのに違いない。こう信じていた僕は、同時にまた妻自身の幸福のためにも、彼らの関係に交渉する必要があると信じていたのだ。が、彼らは少なくとも妻は、僕のこういう素振りに感づくと、僕が今まで彼らの関係を知らずにいて、その頃やっと気がついたものだから、嫉妬に駆られ出したとでも解釈してしまったらしい。したがって僕の妻は、それ以来僕に対して敵意のある監視を加え始めた。いや、ことによると時々は、君にさえ僕と同様の警戒を施していたかもしれない。私、そういえば、いつか君の細君は、書斎で我々が話しているのを立ち聞きしていたことがあった。三浦、そうだろう。随分そのくらいの振る舞いはしかれない女だった。私たちはしばらく口をつぐんで、暗い川面を眺めました。この時、もう我々の諸賀衆は、元の御前橋の下をくぐり抜けて、かすかな船足を夜の水に残しながら、かれこれ、駒形の並木近くへ差し掛かっていたのです。その中に、また三浦が沈んだ声で言いますには、が、僕はまだ妻の誠実を疑わなかった。だから僕の心持ちが妻に通じない点で、通じないどころか、むしろ象を飼っている点で、それだけ余計に僕は反問した。君を新橋に出迎えて以来、とうとう今日に至るまで、僕は、始終、この悶々と戦わなければならなかったのだ。が、1週間ばかり前に、下女が、何か過失から妻の手に入るべき郵便が僕の書斎へ来ているじゃないか。僕はすぐ妻のいとこのことを考えた。そして、とうとうその手紙を開いてみた。するとその手紙は、思いもよらない他の男から妻へ宛てた援書だったのだ。言い換えれば、あの男に対する妻の愛情も、やはり純粋なものじゃなかったのだ。もちろん、この第二の打撃は、第一のそれよりも、はるかに恐ろしい力を持って、あらゆる僕の理想を粉砕した。が、それと同時にまた、僕の責任が急に軽くなったような、悲しむべき安易の感情を味わったことも、また事実だった。三浦がこう語り終わったとき、ちょうど向こう、川岸の波口
の上にはものすごいような赤い16夜の月が初めて大きく昇り始めました。私がさっきあの法然の浮世絵を見て洋服を着た菊五郎から三浦のことを思い出したのは、ことにその赤い月があの芝居の日入りの月に似ていたからのことだったのです。あの色の白い細めとの長い髪を真ん中から割った三浦は、こういう月の出を眺めながら、急に長い息を吐くと、寂しい微笑を帯びた声で、君は昔、新風蓮が命をとして争ったものも子供の夢だとけなしたことがある。じゃあ君の目から見れば僕の結婚生活なども、そうだ、やはり子供の夢だったかもしれない。が、今日我々の目標にしている開花も、100年の後になってみたら、やはり同じ子供の夢だろう、じゃないか。ちょうど本田子爵がここまで語り続けたとき、我々はいつかそばへ来た守衛の口から閉館の時刻がすでに迫っているということを伝えられた。子爵と私とはおもむろに立ち上がって、もう一度周囲の浮世絵と銅板画等を見渡してから、そっとこの薄暗い陳列室の外へ出た。まるで我々自身もあのガラス戸棚から浮かび出た過去の幽霊か何かのように。